overhead locker. Please be careful so that items don't fall out. 最終電車。これ逃したらもう4時まで来ない。急げ。1時24分です。なんとか乗れそう。あと4分で来る最終電車です。でチケットはもうオンラインで1日チケットにしました。もう0時過ぎてるからちょうどいいかなと思って。スーツケース結構早く出てくれたから助かりました。よかった。今ね1時20分になってるけどニースの時間では12時20分です。さあ無事にこの後到着するかな。2時半で着くの。ヘルシンキに到着しました。今ヘルシンキの時間が深夜2時かな、ほぼ。見てこの明るさ。多分来た時しか見れないと思う。このもうね白夜が始まってるんですよね。なんか向こう夕方みたいな感じの景色になってる。明るいし、さてこれから歩いて向かいます。深夜2時のヘルシンキ中央駅。誰もいないと思うでしょう。結構人いるんだよね。これが面白いね。皆さん夜遊びしてるんですかね。ダンスミュージックが流れてますね。ほんと夜明けみたい。これ多分映像だと伝わりきんないかも。こんなに青くなくって実際にはもうちょっと本当に夜明けの夜空です。もっと本当明るくなるんだと思う。今6月3日なのでもっとこれから明るくなっていくんだろうなと思います。カモメも飛んでる。到着しました。ちょっと最後に遡るのきつかった。ホテルに到着しました。もう完全に夜明けの景色。すごい夜明けの景色ですよ。これまだ今3時ぐらいかな。今朝の3時です。夜明けだよ、夜明け。不思議。試しに乗ってみることにしました。おはようございます。っていうかもうすぐ1時なんですけど、結構11時半ぐらいまで寝てました。で近くのスーパー、駅の方まで行ってスーパーでお買い物してきました。ついにお寿司をちょっと試してみたくて、グラム売りなんでこれで
7.85ユーロで、サラダは3ユーロでした。卵があったので、ゆで卵とあとチキンとか、昨日の夜まともに食べれなかったので、ちょっと少し食べてから出かけようと思います。あともう今ここ誰もいないんですけど、コーヒーとかフリーで飲めるものとかがあるので、すごい助かる。すごい綺麗なホステルですよ。昨日の夜も、夜っていうかね、もう朝方ですよ。あと一回外出てきたけど、ものすごい暑いです。とっても暑い。でも今日せっかくワンデーチケットを買ったので、ちょっとトラムでぐるぐる回る旅をしようかなって思ってます。どうでしょうか。なんかサーモンがね、すごい美味しそうで、ご飯は期待してないんだけど、これ食べちゃおう。食べようかな。手巻きになってるご飯、普通に美味しいかもね。なんか飛行機の機内食のご飯食べてるみたい。ちょっと柔らかいけど甘がたっぷりなのも嬉しい。あとこれはね、エビだったかな。カニっぽく見えるけどね。で、オニオン、フライオニオンが乗ってる感じ。これ、カニだ、カニ。日本でよく食べるやつに似てる。カニかまぼ。これおいしい。なんか回転寿司とかでよく食べるサラダのやつに似てて、すごい食べやすい。美味しい。ご飯美味しいよね。サラダはゆで卵、あと豆とかトマト、お肉も入れてきました。やっとなんかまともなサラダ食べれる気がする。あとね、エビも食べて美味しいな。今やっとホステルを出て街歩きをしているところです。街歩きっていうか、前回行けなかったカフェに向かってます。自然がねいっぱいで、この場所すごい好きなんですけど、前回来た時カフェ行けなくって遠くから見ただけだったので、ちょっとそこで休憩しようかなと思います。なんか一気にブログ書いたりとかしてたら結構ね目が疲れちゃったので、このグリーンが癒されます。あとずっとねパソコンの作業してたんですよ、4時間ぐらい。そしたらさ、近くで女の子が咳してて、でなんか聞いたら病院行ったみたいな感じのことを話してて、ちょっと耳を立ててしまいました。で、私も喉痛くてメンソールのミントの飴を買ったんですよ、スーパーで。で結構量もあって、咳してる人見つけたら結構あげてるんですけど、今回も渡してきました。好みかどうかは分かんないですけど、同じような咳してる。だからこれからヨーロッパとか、海外どこでも限らず旅行予定されてる方は必ずね、風邪薬と喉ヌールスプレーとか持参されるといいですよ。私それを持ってこなかったからね、今回本当失敗したと思ったんで。あとイブとか解熱剤も持ってきてるといいと思います。ではではカフェに向かいます。カフェを目指してたらご婦人がいて、このシベリウス像を見たいってことで案内してきたんですけど、なんか工事中で全部フェンスがあるんですよ。フェンスで
ここから入れない、こんな感じで、私はもう1回行ったからいいかなと思って、でエントランスがずっと向こうまでまた回らなきゃいけないので、もういいかな。カフェに向かいます。見つけました。あそこに向かいます。っていうかさっきね目の前に見えたんだけど、ここ全部フェンスされてて外出れなかったの、目の前にして。でなんかちょうど隙間があって出てきました。危ないよね、こんな情報ないもん。 Google 工事中です。これから来る方気をつけてください。結構遠回りして公園の周りを回ってきた方がいいと思います。楽しみ。ヘルシンキに来た途端マリメッコ来てる方が本当に多い。なんか幸せな気持ちになりますね、来るだけで。不思議な場所です。不思議な国です。こんな感じ。カヌーとかレンタルできるの。サウナも行きたいな今回は。カフェレガッタです。おしゃれな車が置いてあって、オープンテラスとこんな感じ。念願のカフェ来れました。レガッタって読むのかな。前回遠くから見えたカフェで、おすすめのシナモンロールとコーヒーを頼みました。コーヒーね、ずっとこういうのが飲みたかった。で牛乳がカウンターに置いてあって、それを入れて好きなだけ入れてたっぷり入れました。やっとコーヒーが飲める。嬉しい。なんかコーヒー頼むとさ、ずっとエスプレッソが届くから、なんかねちょっと私はエスプレッソは無理だなって実感した旅でした。もう終わっちゃう。寂しくなるな。なんかこの眺めです。今5時半です。もうね夕方だからね、ちょっと風も少し気持ちひんやりな感じです。事件が起きました。こんなことになっちゃった。このペットボトル水が溢れちゃってカバンの中で大洪水。やだもう。ここで乾かしてます。こんな感じで乾かしてる。お財布もびしょびしょになっちゃった。もう最悪。こんな感じ。乾くかな。なんか唯一この別にしてたパスポートのポケットは濡れてなかった。セーフ。でもあとはびしょびしょで、ハーブバッグ持ってきてるからこれで帰れるけど、もう最悪。なんかここで休憩しながら乾かしてます。乾くかな。乾くといいなということで一息。美味しいね、やっぱりコーヒーは。最後の最後でこんなことになっちゃったけど、明日はサウナ行きたいな。今日サウナ行きたい感じですけど、今日サウナ行っちゃってもいいような気がする。でも一回ホテルに荷物持っていかないと。シナモンロール美味しい。前回行けなかったところ先に行きたい。前回も滞在先の近くにあったのに行けなかったから、この後どうしようかな。
前回マリメコの本社の近くの方に行ったので、こっちはねちょっとしか見なかったユーロカンガス、今回今6時半なんですけど、閉店が夜7時なので、それまで少しゆっくり見ようと思います。すぐ近くにあるので、ヘルシンキ大聖堂にも寄ってみました。なんと改装中ですね。今回旅行で来られる方はちょっと全景が見れなくて残念かもしれない。でヘルシンキ大聖堂のこの周辺、前はなかったんだけどお店がいっぱい出てる、路面店みたいなやつ、テラスになってますね。日中暑いから夕方行動する方がいいかもしれない。私もちょうど4時ぐらいから動いてますけど、ちょうどいい時間です。でこの先行くと港ですね。そろそろスーツケースをピックアップしてホテルに向かいたいと思います。なのでホステルに戻ります。ということでホステルに戻って荷物をピックアップしました。この後滞在先のホテルに向かいます。トラムも歩いてすぐのところで、とってもアクセスのいい場所でした。駅までスーツケース1駅なんだけど、トラム使える。ヘルシンキからマルミに移動してきました。ホテルに到着しました。なんかエントランスが分からなくて困ってフロントに電話しました。なんか全てがセルフチェックインだったので、入り口でカード作りました。なんとか見つけられてよかった。もう変な汗かいた。で部屋は結構広くてよかった、ここにして。ヘルシンキの中央駅からは電車で15分ぐらいでした。でキッチン付きにしています。最後の3泊はここで過ごそうと思います。眺めもいい感じで、シャワーはこんな感じで、洗濯機がついてた。よかった。もう早速洗濯したい。あとここね、サウナ行けるんですよ。ちょっとサウナ行ってこようかな。まずホテルの中も散策したいと思います。なんか綺麗、いろいろ綺麗。あ、洗剤もあるよ。持ってきたけど洗剤あるなら助かる。使おう。であと洋服かけるところもあった。すごい広い。駅から本当は近いはずなんだけど、私がちょっと道間違えちゃったんだね。でクローゼットもある。でちょっと広げられそうです。いい感じで、食洗機とちゃんとゴミも分別できるようになってる。でここがなんか食器類置いてある。あ、ここ冷蔵庫なんだ。すごい一体化してる。ここはなんだ。あ、グラスとか食器が入ってる。でここはなんか調味料入れるとこかな。あれ、カトラリーはどこにあるんだろうか。これもなんかオーブン用だもんね。見つけました。ここにありました。すごい綺麗に整頓されてる。うわ、ここにお玉とフライがある。綺麗に整頓されてて使いやすそう。料理する予定ないけどね、なんかしたくなりますよね。あとここにオーブン
があります。で Wi-Fi の速度はさっき測ったらそんなに速くなかったので、パソコンやるんだったらロビーの方行った方がいいみたい。部屋は24だからだいぶ弱いですね。でも動画の編集とか普通はしないからね、そんなに速くなくても大丈夫だと思うけど。いやもう今もう9時になります。サウナが10時までなのでちょっと行ってみようかな。スーパーも行きたいし、まだやりたいことがいっぱいある。コーヒーと紅茶で、これミルクポーションだ。嬉しい。ミルクがずっとなかったコーヒー飲むときにあるのでいただこうと思います。スーツケースの車輪なんですけども、一つはもう壊れてるし、これも1個で支えてるからもう斜めになっちゃってこんな感じ。でももうあと空港に行ければなんとかなるんで、これも多分ダメだよね。この辺も全部キャップ類が取れちゃって、でもよく耐えてくれて、重さにも。とりあえず日本に戻れればいいかなって思ってます。とりあえずはヘルシンキまで来れたからよかったよ。頑張ってくれました。ということでスーパーで買ってきました。これは多分サーモンのスープで、もう夜9時半なのでこのぐらいでいいかなと思って、明日の朝のパンとおやつと、これは多分ヨーグルトドリンクだと思うんだよね。あとビール。冷えてるやつは買えなかったんですけど、冷えてないやつは買えたの。謎ですね。先にサウナを浴びてきたのでもう遅いですけど、今ね夜の10時です。この後もう一回千代駅行って買い物しに行こうかなと思います。この周辺歩くより駅行っちゃった方が早そう。まだ ABC チケットが使える有効なので、せっかくなので24時間のスーパー行く予定です。夕飯はこのサーモンスープにしました。美味しそう。ではいただきます。なんか美味しそう。すごい美味しそう。サーモンも入っているから、なんかね選んでも失敗しちゃうし、どうしようと思ったけど美味しい。ビールもいただきます。もうやっとヘルシンキ。嬉しいな。おはようございます。昨日はあの後、ヘルシンキの中央駅行こうと思ったんですけど、なんか前日終電までのこの電車の間隔がすごく空いてたので、もしかして戻ってくるのにだいぶ深夜になりそうだなと思ったので、ちょっとやめてもう一回駅の方に行って朝ごはんを買っておきました。朝ね多分出るのきつくなるだろうなと思って、予想通りなのでこんな感じでシーザーサラダとクロワッサンを買ってきました。で買ってたこれがヨーグルトの飲むヨーグルトっていうよりはヨーグルトをドロドロに溶かしたような感じのものだったので、このままお皿に入れてスプーンで食べるような感じでした。でも分かんなかったのでこのままコップに入れて飲んでるんですけど、結構ドロドロですけどこれでも十分飲める感じで、普通のヨーグルトよりは飲みやすいし、旅行で来た時にも冷蔵庫があれば買えるので、ぜひぜひお試しください。スプーンとかなくてもコップがあればね飲めるので、部屋に備え付けのものがあればこれぜひあるといいかもしれない。旅行とかするとね結構便秘気味になると思うんですけど、私は今回はだいぶお腹を下してることが多くって全然便秘にもならず、逆に緩くて大変でしたっていうところなんですけどね。
では今日はこれを食べてなんだっけ、マリメッコのアウトレット、バンターの方のアウトレットの方に行こうと思います。こんな感じなの。開けてみるか。なんかこれ買うまでも相当悩んだんですけど、これでね4ユーロだったかな。なんで700円ぐらいかな。普通にシーザーサラダですね。こんな感じでドレッシングも入ってるし、でこれ朝1回で食べきっちゃわないで、ちょっと半分残そうかな、明日の朝のためにって感じで思ってます。結構ねボリューム、本当はなんかベーコンとか調理して目玉焼きとか食べたかったんだけど、やっぱ3泊とかだとそんなに材料買っても無駄になっちゃうかなと思って今回は諦めました。しかもフォークもついてた。部屋で食べるのにもちょうどいいですよ。カトラリーなんてないですからね。でも私日本からはコンビニでよくもらうフォークスプーンみたいなやつは持ってきてるんですけど、すごい嬉しい。これなんか外でそのまま食べることもできるから、なんかピクニックっていうか島とか行って食べるのもいいですよね。公園とかで食べてもいいかも。フォークがついてるのちょっと想定外でした。ドレッシングもあるしね、ちょっと混ぜていただきます。昨日はビュッフェ式のサラダでグラム売りの量り売りのやつかサラダにしたけど、こういうのもいいかなっていうか何もなかったんですよね。夜だからかな、深夜だからか。やっぱりホテル楽ですね。エアビーもすごくいいけど、やっぱちょっと気を使うし、次の旅行はちょっと短めにしてホテルにしようかな。今回1ヶ月はやっぱりね長かったちょっとやっぱり疲れました。いい年齢です本当に。誰かと一緒だとまたちょっと違ったかもしれないけどね。でもそれはそれで気を使うのかな、どうなんだろう。あと2泊で終わりなので、ヘルシンキも。でその後はトランジットでミュンヘンで1泊する予定です。その後はもう日本なので、もうね日本がすぐもう目の前です。結構ホッとしちゃってます今。今日もだいぶもう空港の近くに滞在してるから、全然なんかヘルシンキの賑やかさとは違う場所に来てますけど、ゆっくり過ごそうと思います。今回はバンター空港近くのマリメッコアウトレットショップに来てみました。ここ前回来れなかったので初見です。楽しみ。どんな感じなんだろう。なんか円安だからちょっと高く感じますが、また帆布の生地を見つけたのでお買い物していこうと思います。あとこのからし色のとか初めて見た。ちっちゃいのもある。かわいいよね。日本で見るような生地とかもあるので、日本で買う方が安いものは控えながら。であとグリーンのマリメッコを探してるって言ったんですけど、大きい柄しかなかったです。ちょっともう一箇所のアウトレットの方も行ってみようと思ってます。店内はこんな感じです。店員さんものすごく優しい。グリーンのウニッコは販売されてないそうです。ちょっとこの大きいタイプだけだった。残念。ちょっといい生地を見つけたので、帆布の生地を購入していこうと思います。タックスフリーは50ユーロがミニマムだそうです。やっぱりね、日本のお客さんいるよね。今回セールはチュニックとワンピースだけみたい。
洋服。スカートはセール対象外でした。今回も半分の生地お買い物してます。高い。丁寧に切ってくれてる。So that one also? Yes. 1.5. Okay. This one is 1 meter. Okay. かわいい。締めてた。かわいい。もうこれは何メーターかな。2 So how much is this? This 45? was 45 euros. どうしようかな。2 2 meters? 2 meters. たくさんお買い物しちゃいましたが、明日は本店の方も行ってみようと思ってます。お買い物してきました。たくさん買っちゃった。予想通りって感じですけどね。まあ、これからいっぱい形にして皆様のキットになるようにお届けしたいと思います。日本帰るまで開けられないけどね。去年気に入った図書館にまた今回もうね夕方っていうかもう7時過ぎてるんですね。来ました。7時過ぎてた。気がつかなかった。あれ本当に今7時15分です。夜9時までやってるので少しゆっくりしたいと思います。少しゆっくり本をまた見つけたいと思います。なんかこのレストラン日本人がいっぱいいる。鹿肉で有名なレストランに来ました。美味しそう。現在取れなこれがフィンランドの鹿肉で、これがなんつったかな忘れちゃった。あ、そう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 。まだ行ってないので。ああ、そう、それをしたいって言ってた。それが700ユーロぐらい割引。そんなに買うからには100ユーロ。
半年か1年分事業会社にいちゃったのに。Then you tell us which one is this. 今夜はここでいただきましたラッピって読むのかな、鹿肉で有名なお店みたいです。人気のお店みたいです。で日本人のお客さんが何人もいて、すごい変な感じでした。日本で食べてるみたいな感じだった。さてこれからホテルに戻ります。歩いていこうかな。すっごい肉も柔らかくて美味しかった。なんか目の前に日本人がいるから、なんかカメラもあんま撮れなかった。美味しかったです。今回マルミで滞在をしています。ヘルシンキから移動してきたホテルがこちらになります。で駅がすぐそばにあるので、すぐバス停もすぐそばにあって、マリメッコのアウトレット行くときは一番端っこのところから出発しているので、すごい簡単にアクセスができるのも非常に便利です。で来たときは間違えてこの下エレベーターが壊れてたから反対側から降りたんですよ。そしたらエントランスが分からなくてものすごい迷子になっちゃったんですけど、無事にここで今過ごしているところです。あと1泊か。もうあっという間に滞在期間終わってしまいますが、最後あと2泊ゆっくり楽しんでいきたいと思います。もう日本もすぐそこです。全部このタッチで入ります。最初はこのセルフチェックインで入りました。もうね6時で受付が終了しちゃったんで、メールを見直してこんな感じのロビーになってます。キッチンがコモンスペースになってて、昨日はなんか宴会やってた。でマリメッコでお買い物してきた子たちです。2つで8キロ近くありました。洋服もね今回1着自分へのご褒美に購入しました。でセール品かなと思ったらセールじゃなかった。対象外なんかワンピースとチュニックだけがセールだったみたい。チュニックかなと思って買ったんですけどね、チュニックではありませんでした。残念。今日は最後にホテルからマリメッコに向かってます。マリメッコ本社に向かってます。なんもないハイウェイみたいなところで降りたんですけど、 Google ナビ通りにこれから電車に乗り換えます。なんかこんなところで降りるとね迷子になりそう。なんとかナビに助けてもらってます。さあ無事に着けるかな。着けました。よかった。意外といい乗り継ぎかも。メトロの駅に到着しました。歩いて5分ぐらいかな。5分もかかってないかも。ハットニエミ駅に到着しました。そのまま読み方合ってると思いますが、多分ヘルシンキから来ると進行方向の出口なのかな。間違えずに行けるかな。エスカレーターを登って A の出口で外に出ます。結構分かりやすいと思う。駅からは少し歩きます。ここからね陸橋を渡るような感じですね。反対側はバスターミナルになってるので B から出た場合もそんなに大きな間違いはない。 B はこっちの反対側、そのバスがいっぱい止まってるとこなんで、ここから大回りしてちょっとここからずーっと道を渡っていく感じです。もう2回来てるから3回目なので、さすがに私も覚えましたよ。
でこんな感じの高速道路を渡ってまっすぐ進みます。大きい通りは左側に渡っている方が後々楽かなと思います。マリメッコはこの左側の方にあります。でそこに乗りスタジオがある。私が泊まってるのはマルメなんですけど、ここにもありましたね。ここに泊まったらもう行き放題ですよね。すごいお部屋も広いし滞在すごい良かった。で今来たところはここで、今ずっとまっすぐ行ってるところです。そうするとね、右側にこっち側にマクドナルドが見えて、アウトレットはこっちの方になります。で旅してて思うんですけど、 YouTube って動画で分かりやすくて便利なんだけど、海外に来ると結構ギガを節約しなきゃいけないので、私は普段ブログをメインに活動してるんですけど、でも今もう YouTube も同じぐらいになっちゃったけどね。でブログを書いてて、結構旅のブログとかも細かく書いてるんですけど、そのブログを書くとブログを現地で検索して、その後スクショして、で電波のないところでも探せたりとかするので、そういう風に私のブログも活用してもらえたらいいなと思ってます。なので結構ね、動画と写真と同時にやってるので、スマホ出したりカメラ出したりしてちょっと忙しい感じですけど、趣味なのでお付き合いいただけると嬉しいです。朝早いと結構マリメッコを目指して歩いてる人が多いので、道はね比較的見つけやすいかなと思います。もうね間もなく到着なんですけど、私も今回楽天モバイルで海外利用2ギガ無料でついてくるんで、それを6月1日から帰国までの8日までで使おうと思ってて、結構節約しながら行動してますけど、だいたいね検索して普通に使ってインスタとかそんな見なければ400メガバイトで、もっと節約すればなんか現地のね Wi-Fi とかもっと節約すればなんとかね1週間ぐらい持ちますよ。なんでそんな感じでうまく使えればいいんじゃないかなと思います。海外 SIM もね悩むとこですけど、でも初めての方はやっぱり多めにある方が安心かなと思います。結構 Google ナビを使います。そろそろ到着しましたということで、到着しました。いいね。なんか去年も来たけど、やっぱりこのエントランスからテンションが上がります。やっぱりここディスプレイ素敵。グリーンのマリメッコありますね。これユーロカンガスにもあったけど金額変わらないかも。55ユーロ。かわいいな。普通の生地も欲しいけどな。なんということでしょう。昨日より安くなってる生地とかでもどうだろう、種類はやっぱりこっちの方が多いけど、金額的には安いものもあるし、なかったものとかもあるから何とも言えないね。楽しいね、見てるだけでも。こんな感じ。スカート用に薄い生地も購入します。また布が増えるな。結構多く買ってるからあんまり買えないけど、1メーターずつ。ちょっとラミネートのコーティングの生地購入してます。このイチゴがめっちゃ可愛い。ついに買ってしまった。結局また
買い物しました。今回はラミネート中心です。このまま持ち歩く予定なので小さくパッキングしてもらいました。すごい混んでる。ちょっと覗くだけの予定だったんですけど、お腹空いたのでやっぱりいただくことにしました。で、持ち物は小さくしてもらったのでエコバッグ、今度はもう絶対バスに置き忘れないように握りしめて乗らないと。あとデイチケットがあと1時間半で切れちゃうので、ちょっと効率よく回ろうと思います。ここでちょっと30分ぐらいはゆっくりしたいな。お皿が全部マリメッコなのでテンション上がる。で、これがデザートでコーヒーとでスープランチにしました。でサラダは好きなだけ取れる。でもうね、ナプキン、昨日これ見て気になってたの、すごい可愛い黄色ですね。今なんかマリメッコ、あとグリーンのマグカップとか探してたんだけど、ディスプレイにはあるんだけどこのお店では扱ってないんだって。だからショップの方に行かないといけないみたい。ちょっとそこがね少し残念でした。結構期待してきたんだけど。ちょうど席が空いたので移動してきました。クッションカバーがめっちゃ可愛い。眺めもとってもいいです。少しゆっくりしようかな。本当は市場のスープ屋さんに行く予定だったんだけど、明日もあるので明日楽しもうと思います。なんとかギリギリ2時27分のチケット使えそうです。これ出港が2時20分。乗れればもう間に合うので、帰りはチケット買って帰ります。よかった。ちょっと逆光で見えないなこれ。こうやってくるくる回ってるからね、確認されます。結構検察の人いらっしゃいましたね今回。ちょっと慌ててマーケットの様子撮らなかったけど、また戻ってきたら撮れるかな。なんかにぎわってます。ソメリナ島はもう前回一周したから、今回はゆっくりコーヒーでも飲もうかな。さっき飲んだばっかりだからね。ちょっとビーチ見てゆっくりしようと思います。チケットはどこにでもあるから、でクレジットの決済もできます。ビザとマスターですね。Täällä on lisää portteja auki. チケットもチェックされないんだけどさ、でも大体みんな持ってるよね。スマホのアプリがあるととっても便利。本当に気持ちいいね。前回はマリメッコからここからマリメッコに行ったけど、今回は逆コースでした。もう暑いので中です。上に行くともう完全に日焼けする。今日日焼け止め塗ってくるの忘れちゃった。この辺りがね結構忘れがちで、反対側に見えるのがサウナです。今回はサウナはホテルので満喫しちゃった。毎日入れるし。スオメリーナ島に到着しました。乗る人がいっぱい待ってる。来たのは観覧車があるところ。やっぱ波の音癒されますね。今回はヘルシンキ4泊ですけど、結構のんびり過ごしてます。前回行けなかったところばっかり中心に回ってますけどね。明日で帰国なので楽しもうと思います。ということで最初に教会に来てみました。中は入場料
5ユーロ必要になります。以前無料だった気がするんですけど、中に入るのに5ユーロ必要みたいです。せめてね、扉が開いてればよかったんだけど、扉も閉じられてました。前回来なかったお土産屋さん、かわいいムーミンの靴下。やっと入り口まで来ました。今3時15分です。ここに到着したのが2時40分か。もう30分以上経ってるんですけど、前回来た時は1時間でこの島一周したの、駆け足で。走ってはないけどね。ゆっくり来るとこんな感じなんですかね。やっぱり2時間ぐらいあると余裕あるのかな。スオメリンナ島は昨年の動画でも紹介しているので、もし詳しく知りたい方はよかったらそちらもご覧いただけたらと思います。ちょっと暗くて分かりにくいかもしれない。こんな感じです。こんな感じで見てたのかな、昔の人は。Mame, ¿dónde? 本当は全然コース決めてなかったから来る予定じゃなかったんだけど、だから日焼け止めも塗ってなくて焼けそう。これ何の花なんだろう。すごいかわいい。ちっちゃい小花が集合してる。今日もいいお天気。日陰が気持ちいいです。スオメリンナ島は住居もありますよ。ここで暮らしてる方がいる感じ。また素敵なお花がありますね。意外と歩いてきたから距離があるかも。かわいいお花。なんかツアーみたいなのが見かけてきて、ここに来た。前回来なかった。多分ここ、あそこの黒いところが開いて海につながってるのかな。で多分この船がその時に使われるんだと思う。でも古い船があるからね、もう保管されてるだけなのかな。説明してるのは英語じゃないから全然わからない。今さっき見えた黒いところが多分ここなのかな。でさっき船が置いてあったところがこの辺りということなんだと思う。親子かな。これ以上近づけないけど、かわいいひな鳥がいるよ。のどかだな。すごいいいタイミングで近くでギター弾いてる人がいる。ナイスな BGM ですね。ありがたい。いやー、ヘルシンキの旅ももうこれで終わりっていうか、もう全行程これで終わりで、明日もう日本に向かって旅立ちます。長い長い旅でした。本当に最後ヘルシンキにしてやっぱり良かったな。なんかタバコ吸ってる人がいるのが本当にね、残念ではあるけれども、でもそれを除けば本当に自然豊かでとてもいい国、また来たいなって思える国ですね。ということで、もうね、いつ撮れるかわからないのでここで撮っておこうかな。締めの言葉を、締めのご挨拶をしようかと思います。旅の動画は、シンガポールのチャンギ空港
のトランジットから始まりました。そこから旅の動画を追いかけてご覧いただいている方とか、あとたまたま偶然私の動画を見つけてくださった方とかいらっしゃるかなと思うんですけれども、今回も動画を最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。旅をしながら動画を編集するっていうのはやっぱりそう簡単ではないなっていうことも分かりましたし、で私は旅が好きなので旅の YouTuber さんの動画とかもよく拝見させていただいてるんですけれども、もう本当にすごいお仕事だなっていうふうに感じました。でこれからは私はまたハンドメイドに戻って、ミシンでね皆様にレシピを提供できるような動画を、これから配信していきますけれども、またこれからも私の動画をまたハンドメイドでご視聴いただけると嬉しいです。で今回 YouTube 普段ご覧いただいている方とか、あとインスタでフォローしてくださってる方とか、なんかうるさいなこれがインスタでご覧いただいている方とかが声かけてくださって、旅を一緒に旅の時間を一緒に過ごしてくださった方とかもいらっしゃって本当にありがたかったです。ではこの後はまたいつものようにハンドメイドの手作りのレシピを紹介していきたいと思っておりますので、よかったらこれからも引き続きチャンネル登録いただけると嬉しいです。で、今日もですけど、昨日もマリメッコで生地をたくさん購入してきました。日本で販売されてないような帆布の生地をたくさんねお買い物して、今隣にもあります。これもね持ち歩いてるんですけど、ラミネートの生地を、お買い物してます。今度はこれ忘れないようにしないとね。でまたお土産企画もしようかなと思ってますので、またクイズ形式にはなりますけどよかったらタイミングが合えばチャレンジしていただけたらと思います。でマリメッコの生地ではまたキットをご用意して皆様と一緒にハンドメイド楽しめたら嬉しいです。ではそろそろホテルに戻ります。家族のお土産もたくさん買わないとで朝 LINE で話してていっぱい買っていこうと思います。今回はサーモンとかキャビアとか買いたいな。日本に持って帰れるのかな。いやでも本当タイミングよくいい BGM が流れてて助かりました。いいチルタイムになりました。あそこで弾いてくれてる弾いてくれてるっていうかたまたまだよね。そろそろ船に戻ろうと思います。ではまた日本でお会いしましょう。っていうかまたミュンヘンの動画出すかもしれない。わかんない。どうだろう。どうかな船が来た。なんかいろんな国を旅してて本当に思うんですけど、日本って国はやっぱりすごく素晴らしい国だと思うんですけれども、やっぱり日本って島国なので結構オープンマインドな方って少ないんですよね。だから何か始めようかなとか思ったりとか、何かチャレンジをしようかなって思う時に人がどう思うかなっていうふうにまず思ってしまうっていうのがちょっと私自分的にも悔しいなって思うところではあるんですけど、海外に来るとねもう自分の意見をしっかり持って、あと反対意見もしっかり持って生活している方が本当に多いなっていうふうにお話ししてても思いました。でもねそれはねもう国のことなので何とも言えないんですけど、ヒナが来てよここに国民性なのでね、それはどうにもならないことだとは思うんですけれども、なんかまだ海外旅行とかされたことない方とか来てみると、どの国に行っても多分すごく感じるのは、初めて会った人同士がお話ししてるんですよ。もうすごい楽しそうに。それもだから5分もすればね友達になれちゃうぐらい、そのぐらいフレンドリーな方たちが非常に多いです。ヨーロッパに限らずいろんな国行っててすごく感じます。あとやっぱりね英語は話せるといいよね。なんかもっともっと話せるとコミュニケーション取れるのになって思う。私はまだまだ片言の英語で覚えようとするとなかなか覚えられないっていうか、年齢的のもあるし努力が足らないのでまだまだそういうことは足らないんですけれども、これからまた
旅を始めようかなっていう時にはもう少し英語の英会話力つけたいなっていうふうに思います。思ってるばっかりでまだね前に進まないですけど、もうちょっとね観光しますので、この映像はいつ使うかな。今感じてることをこの動画に残しておこうと思って撮りました。やっぱり日本帰ってからだとまた違う感情が芽生えてきますからね。なんか今回動画撮っててよかったなって思いました。本当にリアルタイムに自分の感情がわかる。白鳥？嘘。何が浮いてるのかと思った。羽休みしてる。今日の夕飯を探しに行こうと思います。これでお買い物したらもうホテルに戻る予定です。さあ、美味しそうなの見つかるかな。今もう5時なので閉店作業してると思うんだよね。スープ屋さんは明日来ようかな。美味しそうだ。なんか食べたいな。食べ物は日本に持って帰れないんだよね、多分。買いたいけど。ここがいつも混むところで、今写真撮ってるこのおじさん、去年もいた。怖いのよ、この人。すごい存在感じるの。ここオープンは4時までだけど、スープなくなり次第終了です。結構早いですよ、閉まるの。明日は早めに行きます。今回はこのお店でお買い物しました。お持ち帰りにしたら10ユーロかと思いきや5ユーロでした。なんでだろう。10ユーロってなってるんだけどね。マーケット広場から歩いてくるとこの景色になります。いい眺めっていうか、デイチケットちょっと失敗したかも。電車のチケット1日券買ったら2日目以降半額になるのに、なんかそれを知らずに1回1回にしちゃった。もったいないことしちゃった。なんか前回も失敗したんだよね。全然教訓になってないな私。ではこの後ビール買って帰ります。ホテル近くの K シティマーケットっていうちょっと大きなスーパーに来たら、サウナグッズとか毛糸とかも売ってる。やっぱりこっちの人は毛糸を編むことの方が多いのかもしれないですね。なんかメンタル的にもいいというふうに、先日ねフィンランド大使館の方ともお話しする機会があって、そういうことを聞きました。なんか脳科学的にも証明されてるんだって。セラピーにいいって。ちょっと高いかなっていうか、円安だからね、全部高く感じますよね。日本のお菓子がハイチュウとか、ハイチュウ3ユーロ15セントだって。ここはお土産ないかなと思ったけど、普通のっていうか、フィンランドの方がお買い物するマリメッコが売ってました。このいちごかわいいよね。最近ちょっと気になってたんですけど、さっきも布を買っちゃいました。しかもお値段も11ユーロ95セント。多分安くなってるね。アウトレットより安いかも。アウトレットにこれ売ってなかったよね。
イッタラとかアラビアの食器も置いてました。今回は食器ね購入する予定ないけど、やっぱり円安は痛いね。なんか計算しないようにしてたんだけど、動画の編集するためにどうしても電卓を使わなきゃいけなくて、結構現実を知ってしまうとなかなか手が出なくなっちゃう。前回は計算するのは帰国してからだったから、それがちょっとネックでした。今回ここにも売ってる。その時マリメッコが10ユーロってことでちょっと興奮してたくさんカゴに入れてったら、レジでこれは会員だけの価格だってことを聞かされて、それを聞いてた周りの人が助けてくれて、代わりにねお買い物してくださったんですよ。でホテルに1回カードを取りに戻ったりとかしてたんですけど、無事にお買い物できて、今回も現地の人に助けられました。本当にありがとうございました。ということでマーケットでお買い物したイワシと、これレモン、いただいたレモンです。種がね全然入ってなかった。レモンこのまま食べようかな。美味しそう。お庭で採れたレモンだそうです。やっぱり日本に持って帰るのは NG みたいなので、このままいただこうと思います。ごちそうさまです。最後のヘルシンキ最後の夕飯になります。ハイネケンもねノンアルコールだったの。全然気がつかなかった。美味しいですよ。これ去年も食べたんですけど、マーケットの中で食べたから暗くて分かんなかったけど、すごいちっちゃいお魚で美味しいです。しかもさ、この量で5ユーロって安いですよ。ありがたいです。こんな感じで購入してきた生地は全部圧縮パックにして梱包してきました。で最後ラミネートとかは梱包こういう風に圧縮できないので、袋でそのままぺたんこになっちゃいますけど持って帰ります。で圧縮したものを入れた状態だと、このスーツケースの大体半分ぐらいかな、片側の半分ぐらいになりました。こんな感じでピタッと入ってます。でこの上に洋服とかを梱包していきます。最後くつろげて本当に良かった。またここに泊まりたいな。ちょっと市内からは遠いけどね、電車で15分ぐらいですね、中央駅から。14階に泊まれたので眺望も良くてすごくいい場所でした。ドライヤーはここで借りれたんだけど、ちょっと壊れてる感じだったのでサウナ室で利用してました。サブで持ってきてよかった。キャスターついてるから移動も楽々で、預ける時にキャスター外そうと思ってます。でチェックアウトした後もロビーを使わせていただけて、でキッチンとかも使えるので今コーヒー入れてきました。ミルクとかもあったりして、でこれは前に買っておいたやつで、今日はこれをランチにしようと思います。で今モロッコの編集を終えてアップロードできたところです。ちょっとここ Wi-Fi が弱いので時間かかったけど、なんとか無事に帰国までにはモロッコを終わらせておきたいなと思ったのでできてよかったです。すごい開放感あって素敵な場所で、奥がレストランになっててこんな感じで、向こうがキッチンで、ここでよくね皆さんビリヤードされてましたよ。私も20代の頃、20代か20歳の頃か、オーストラリアでワーキングホリデー行った時も同じようにねビリヤードをしてたの。なんか懐かしい。こんな感じでもう少しゆっくりして、でだいたい2時ぐらいになったら出ようかなって思ってます。今12時半です。で2時頃に出て1時間半チケットの時間があるので、空港までのチケットを買っ
で1回ヘルシンキの中央駅に行って、カンピ礼拝堂の中にまだ入ってないんだよね。だからちょっとそれを見て、でまた戻ってきて空港に向かおうかなって思ってます。ただ今日はヘルシンキお天気こんな感じ、曇り空なんですよね。昨日あんなにいいお天気だったのに雨が降ってきそうな感じ。降らない前に空港を迎えるといいな。チェックアウトしました。荷物が2つで、駅のエレベーターが壊れてて、この後自力で降ります。電車まであと10分なので、でもね、もうすぐそこだから近くて助かりました。空港に到着。で、ここ端っこなんですけど、ここにタックスリファウンドの場所が、申請する場所があります。特にね、中チェックされなかったけど、一応は見せれるようにしといた方がいいみたい。今回もラウンジで少し滞在しようと思います。今5時40分です。飛行機が8時になっちゃった。30分も遅れてる。入れるといいな、今回は。なんか今回ラウンジほとんど使えなくて、どうだろう、結構出国審査空いてたから入れるといいな。Während des Fluges können jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten. Sie sind deshalb verpflichtet. なんと最後の最後でトラブル発生。信じらんない。ミュンヘンに向かってたのに、ミュンヘン行きが30分遅れて、出発飛ぶのも30分遅れて、で今ミュンヘンに向かってたはずなのに違う街に行ってるみたい。ちょっと記録のために動画に残します。で CA さんに聞いても、まず向こうに着いてからじゃないと情報が得られないそうです。だから私どうすればいいんだろう。着いてから、しかも電気消えてるし、もう今夜のこれ9時半ぐらい。何時だろう。どうなるんでしょうか。本当最後の最後でまさかのこんなことになるなんて。Sie umgehend informieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and gentlemen, welcome to Munich Airport. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking sign and the seatbelt signs have been switched off. The following information is important for all of you in connecting flights. Our colleagues in Munich Airport are monitoring our approach closely and will you inform about your connecting flights. If I have any new information, I will let you know quickly. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this is your captain again. We've made it. Maybe you saw the lightning while we were still in the air, but the thunderstorm, that's the one we waited for to move off. That's away from the airport, so there was no problem. We still have to wait for somebody to drive the jet bridge to the aircraft, because of course after this weather chaos there's a bit of organizational chaos, I guess, at the airport, but we'll telephone after just a few more minutes. 降りれる今1時。長かった。なんか初めてのことなので、どういうことが起こったのか
全然理解できなかったんですけど、違うホテルに泊まれるのかなとかちょっと期待してたけど、そうではなく空港からもう出らんないみたい。朝の4時までで飛行機行っちゃった人たちもいて、私は明日の12時なのでなんとかねその辺は大丈夫なんですけど、寝床がね空港しかないみたい。なんとかいい席を見つけようと思います。面白いねこういうのもね。まあなかなかない体験ですよ。おはようございます。朝を迎えました。昨日はこんな感じでブランケットたくさん使えたので腰に当てながら寝たんですけど、痛いです少し。でももう今7時、結構寝ちゃったかもしれない。やっと帰ります。1ヶ月の長い旅になりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に日本に帰ります。
これ預ける時に外すのができなくて、そしたら1個紛失、早くもでした。ということで、私の動画を今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この後、どうしようかなって思ってるんですけど、今回の旅行で持ってきてよかったものといらなかったもの、ほとんどないんですけどね、ほぼ全部使ったかなって感じなんで、これから旅行とかを予定されている方の参考になればいいなって思いますので、そのあたり少し取ってからヘルシンキを後にしようかなって思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。